最近はすごい最高、驚き、感動、感激。こういう風にビデオで言うと、わざとらしいか嘘だ、視聴率の感動なんでたまに見るんだけど、でもやっぱりね、美味しいものは美味しいんだよね。美味しい？嘘に大げさに感じちゃう気持ちも正直わかります。ファミレスで感動、うさくさく見えちゃうかもな。でもこれは実は見てる人たちに理由があるんじゃないかなって私たまに思うんです。このビデオ覚えてますか？アメリカはどこも4つ星以上が普通なんだけど、日本はこんなに美味しいレストランがあるのに評価は 3.5 から4が普通なんだよね。間違いなく日本人の舌が肥えている原因はあるかもしれないですね。そうなると海外の人たちのリアクションにやや疑惑を感じるのもすごくわかります。今回ビデオで少しずつ日本食になり始めてきたビルもいます。 They didn't complement each other. I mean, I like crunchy on the outside, but I don't like it doughy on the... ちょっと舌の肥えてきたビルのビデオもお楽しみください。もう一つ日本食がすごく海外から褒められちゃうその理由。今テレビに本に大活躍しているゴードン・ラムゼイさん。アメリカヨーロッパでこの人を知らない人はほとんど誰もいないんじゃないかな。すごく有名なシェフなんですよ。ラムゼイさんもちろんだけど YouTube ビデオも持ってるらしい。ベジタリアン用のラーメンのビデオを上げていました。Beautiful seaweed, scallions, tofu, ginger, and cauliflower. Spoon of miso paste in. これだけだよ味噌。これじゃなんか病院食みたいになってる。And from there, turn off the gas. Right, turn off the gas. Now, give that a good mix. The seaweed. Scissors, and just cut up some really nice strands. 海苔最後でしょ。 That's why you have to be very careful with the salt at the beginning. I like nice long, flat side down, and then grate. Okay, like the stalks on a ramen, and put those stalks in there. 違うでしょ。 90 seconds. Man, we're up against it. ふやけてるよ。 Doesn't matter what country you're in. It's all... うまいよね。こういうのよね。うまいんだけど、これに慣れたらやっぱり日本の料理が美味しいってなるよね。でもこれは慣れてしまう。ある時いつかまずいものもまずくなくなる。慣れちゃう。慣れるとそれさえも美味しくなっちゃう。ここら辺もわからなくもない。ないから。日本で作られている日本食、どれを食べても美味しい。日本が海外の人たちをうならせるほどに美味しいものを作ることができる。ビルは他の国にはない独特な性格がこの美味しい日本食を作っているのではないかと。そしてあの日本の会社が今や世界の会社になっている理由もわかると話していました。面白いことにビルの職場では今も日本の働き方を参考にして仕事をしているらしいんです。さてそれは一体何なんでしょうか。今日は名古屋へ食べ歩きに、途中山崎ショップに寄り道をしました。 What's this? So you couldn't wait? Ah. And Ryan love it too. Okay, let's go. ここ大須の町では小さな食べ歩きしやすいショップが立ち並んでいて、そのお店のどこを見ても食欲をそそりました。それではまず帰ってきたシーンからどうぞ。We back. We back. Hungry? No. 私たちがどんな食べ歩きをしてきたのかご紹介したいと思います。ここは名古屋の町にある大須という場所です。大福の呼び込みの看板があったので、まずそこに足を運んでみました。これとシャインマスカット、あ、その隣にある。はい。You wanna sit and eat? Sure. 全部。うん、全部食べていいよ。Pieces in here? In here? Yeah, they're It's kind of hard. Black beans. It's like a hard black bean. Yeah, that's bothering you? The mochi strawberry in
Kyoto was delicious. It's good. The one in Kyoto was better. Kyoto was just like amazing. One didn't overpower the other. It was just kind of perfect combination. Today was just a thick mochi ball with filling inside. I guess they didn't complement each other.はい、どうぞ。生地を継ぎ足しで作っていくんで、中が半熟状態のうちに次の生地を流して表面を作っていくっていう形です、なので中がトロトロで外がこうふわふわの。なるほどね。Bill, did you know that? Are you still eating? That's hot. ビルは以前にこんなことを話していました。What kind of do you want to take to the States? Yeah. Probably takoyaki. 美味しかったですか？ごちそうさまでした。あ、いい、ありがとうございます。ありがとうございます。もし皆さんもよろしければ立ち寄ってみてみてください。またお越しくださいませ。いらっしゃいませ。なるほど。Oh, like ice cream sandwich, right? Right. The penguin? Yeah, I is think it? so. ビルはこの時ほとんどアイスクリームを食べませんでした。その理由が Which one? Solo pizza? Napoletana? Maybe. お腹いっぱいだけど頑張って食べてきます。それでは。もうお腹いっぱい。ビルは日本で食べたピザ以来、ピザのレビューを見て高ければすぐにそこに食べに出かけます。初めて日本で日本のピザを食べて感動したのがここ。実はうちの近所のピザ屋さんなんだけどね。My pizza is garbage compared to here. そして東京に行った時もレビューの高いところに行って実際食べてみました。もちろんそして今日は名古屋に来てアイスを惜しんででもこのピザを食べてみたかったらしいのです。どこが美味しかったのかは次回にでもお知らせしますね。Obviously. So in my mind, the things where I need to come back, where I would want to come back and eat. That's hot. You know? Is convenience store mochi bread. Mochi bread? 食べ歩きをした後はライアンもちょっと行きたがっていたのでトヨタ技術記念館に行ってきました。ここを歩いて回すことでこの画面が機織りを始めます。その機織りの理由が全く分かんなかったんだけど最初はこれね実は意味があったんですね。もしこのリスクを取らないで自動車工場に手をつけていなかったら私たちは決してスタートをすることはなかった。だから私たちは1933年の9月1日に思い切って工場をやってみたんだ。And then I didn't know Toyota, the manufacturer, started as a more of a textiles company. Right. That's crazy. I was so surprised. Can you get over? だからこれも納得ですよね。You know, Japanese personality to be number one in the world. Do Yeah. you think is there any some There's, well, we elements? at least what we believe. This is the number one thing. Okay, and I think a lot of people might agree. So we use what is the name? Kaizen. your company? Yeah, we Yeah. it became popular 10, 20 years ago, the Kaizen process, right? And that you constantly try to create efficiencies. You're trying to eliminate wasted steps. So every day it's trying to be the best of it. It's not every day, but you know, when you realize like there's something wrong, you know, there can be some efficiencies gained.
Yeah, we had a actual like Kaizen board. We would meet for like an hour once a week. Even at work today, we use a Kanban board. Kanban? You said a Kanban? Kanban. That's And what step they're in. You know, what to do? What task? As a task. Yeah, as the task progresses along, you know, it total diagram of where that task is in the process. Right. And then when it completes, you know, it moves off the Kanban board. Toyota, I think, created that. 確かにトヨタをちょっと調べてみるとこのような記事がありました。必要なものを必要な時に必要な量を生産するトヨタ生産方式とも書いてあったんです。For us, Kaizen, Kanban, they kind of go together. I think Japanese personality is like perfection, like trying to create perfection in everything they do. You know? That personality made it global. But there are a bunch of people who are become a perfection. No. Like you not like really. to be kind of a perfect. Yeah, but we have there's a it's called Pareto's principle. Pareto principle. Yeah, and that's that 80% complete with 20% input. Another way to think of it is that 20% of the workforce does 80% of the work. What does that mean, workforce? The total, all the workers. So basically, your top 20% of your workers, they're the best workers, most efficient. They do 80% of the work. So Pareto's principle is that you put in 20% effort, and then you get 80% Work output. done. Right. To get that last 20% requires 80% effort, which it's not worth it, depending on what you want to achieve, right? But I feel like Japanese personality is no, it doesn't work. Always put 100%. Always try to achieve perfection. Right. You feel like it? Yeah, I feel like it. I think so. So you think that Toyota company work 100% instead of 80 to 20? Well, look at Toyota cars on the road today. In the States, Ford and GM, I think they're getting a little better. I think they realized they needed to compete more with Toyota. Right. これが一番初めに作った流れ作業用の機械です。1980年代の機械、1990年代の機械。比べてみると速さと柔軟性も全く違います。この10年間で。2000年代の機械になります。全然動きが違います。私がアメリカから帰ってくるビデオを上げると必ず何人かの人たちが日本はもうダメだ、アメリカにいた方がいい、経済が戻ることはないというコメントをちらほら拝見します。でも本当にそうなんでしょうか。全てが比例して上がっていくものではないだろうし、そういう意味では日本は今停滞期なのかもしれません。小さな例ではありますが、日本食一つにしたってどうやったらお客さんのニーズに応えられるか考えて試作して、また練り直して、そして実行をしてみる。工夫思考には限りなく努力ができる国民性があると思います。だからあんなに海外の人たちは日本食に驚かされるんです。ちょっと嘘くさいって言われるほどに。ただ一つだけ足りないところがあるとしたら、ゴードン・ラムジーだよ。ゴードン・ラムジーがワカメを最初に入れるんだよ。この時点でおかしい。そもそも入れないんじゃない？だから具を。具入れちゃダメだよね。スープに入れるんだよ。ぐっちゃぐちゃにしてなんか硬そう。ラーメンじゃない。